皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、第三次世界大戦というかなり危なっかしいキーワードさえ飛び交っている中東情勢について取り上げていきます。なお、この後続く私の解説はかなり長いものになっているので、まず最初に結論をお伝えします。今回第三次世界大戦というトレンドワードにもなっているこの問題ですが、第三次世界大戦につながることはおそらくないと私は考えています。ですから今回の動画は一体なぜそのような結論に至ったのかというお話が中心になっていきます。それではまずはイランの軍事力がどのようなものであるか、その評価についてのニュースからお聞きください。軍事力は世界14位。報復を誓うイラン軍の本当の実力。イラン革命防衛隊コッズ部隊のスレイマニ司令官を殺害したアメリカに、イラン指導部は報復を誓っている。国連制裁下にあったイランだが、実際の軍事力はどのくらい強力なのか。米軍は1月3日、イラクの首都バグダッドで、イラン革命防衛隊コッズ部隊のカセム・スレイマニ司令官らを空爆により殺害した。これに対しイラン指導部はアメリカへの報復を誓っている。イランの出方はまだ明らかでないが、トランプアメリカ大統領は中東での米軍のプレゼンスを強化し始めている。イランの報復攻撃に備えて最大3500人の米兵を中東に増派する方針だとされる。イランの軍事力はどのくらい強力なのか。最大の強みは中東諸国で最も高度なミサイル兵器と同地域最大規模の常設軍だ。加えてアメリカとその同盟国に対して反感を抱くイスラム教シーア派武装勢力の支持も得ている。世界各国の軍事力をランク付けしているアメリカグローバルファイヤーパワーの最新ランキングによれば、イランは世界で14位。これは近隣のライバルであるイスラエル17位、サウジアラビア25位より上位だ。イランは2010年以降、国連制裁により兵器輸入を制限されてきたため、保有する外国製兵器の多くが時代遅れになっていると考えられている。欧米製の兵器は1979年のイラン革命前のものだし、旧ソ連製や中国製の兵器の一部も古くなってきている。一方、イランは国産兵器の開発でも大きな進歩を遂げてきた。ボルダード3、メルサド16、ババル373などの地対空ミサイルの開発にも成功している。ボルダード3は昨年6月に米軍の最新鋭無人偵察機グローバルホークを撃墜した兵器だ。この他にもロケット砲のファジル5や短距離ミサイルのゼルザル、射程約2000キロの弾道ミサイルオラムシャハルなどの国産兵器がある。長距離巡航ミサイルのスーマールはヨーロッパも射程に収める。ドローンもイランが力を入れている分野だ。偵察機や戦闘機のほか自爆攻撃用のドローンも開発している。ミサイルやドローンの一部はレバノン、イラク、シリア、イエメンなど親イランのシーア派武装勢力に供与されていると言われる。これがアメリカ、イスラエル、サウジアラビアに対する強みになっている。このように周辺国のシーア派武装勢力を支援する戦略を主導してきたのが今回殺害されたスレイマニだった。中東の大国イランという表現がされることからもわかるように、イランの軍事力は基本的にはあの地域においては高く評価されています。しかしアメリカと1対1であるということを考えた場合は、この14位というのは明らかに圧倒的な不利です。ただしそれはあくまでも国家対国家という非常に限定された場合の比較であって、実際の国家間戦争にはならないと私は考えています。現在のイランの脅威が一体どこにあるのかといえば、それはイランの国内にいる軍隊ではありません。むしろイランの国外にいる勢力が問題なのです。今回殺害されたスレイマン司令官というのは、その国外におけるイランの勢力をいかにして伸ばすのかというのに尽力していた人物です。イラン国外、例えばイラクであったりシリアであったりレバノンであったり、そういった地域においてイスラム教シーア派の武装勢力を育成していたのです。兵士を訓練し、組織を整え、そして武器を供与していた。この一連の流れによってイランに近い勢力を伸ばしていたのです。そして彼の活動がなぜ非難されていたかといえば、それは彼が欧米をターゲットにしていたというのもそうですし、イスラム教のシーア派以外の人たちを異教徒として攻撃していたということも大きな問題になっています。少し順序がおかしくなってしまいましたが、この話の前提としてイランはイスラム教シーア派の国です。このイスラム教シーア派、このイスラムの後に何々派という言葉が来るのですが、この部分は結構重要です。
例えば同じイスラム教徒であっても、シーア派とスンニ派といった風に宗派が違うだけで、あれらと私たちは違うのだという絶対的な壁が存在するのです。そのいい例がイラクだと思います。イラクにおいては、このイスラム教シーア派とスンニ派の政権争いというものがあります。現在のイラク政府はシーア派によって占められており、国内における同じイスラム教徒でありながら、スンニ派を攻撃もしくは冷遇しているということがよく言われています。そして ISIS なども同じイスラム教徒ではあるのですが、やはりイスラム教シーア派のイランにとっては邪魔な存在でした。ですから、同じイスラム教徒であっても、イランに近い武装勢力は ISIS と戦ったのです。この同じイスラム教徒であっても宗派が違うことによって大きな隔たりがあるというのが中東情勢を考えるときには非常に重要になってきます。例えば先ほども述べたようにイランはシーア派の国です。一方でイランと対立しているサウジアラビアはスンニ派の国です。同じイスラム教徒であってもこの宗派が違うことによってあたかも全く違う国、それこそあれは異教徒だという認識さえあるのです。このことを理解するには日本に少し置き換えればいいと思います。例えば日本は一体どのような宗教国ですかと言われた場合に多くの日本人にとっては日本は仏教国ですと答えることが多いでしょう。少なくとも日本がキリスト教の国ですと答える人は少数派でしょうし、同じようにヒンズー教やイスラム教徒の国ですということはなかなか言えないと思います。日本においては文化と融合したこの仏教というものが広まっているわけですが、その宗派というものは様々です。例えば真言宗、浄土宗、日蓮宗、曹洞宗など様々あるわけですが、同じ仏教徒ですよね。だからみんな同じですよねと言われたら、それぞれの宗派の人は、いえいえ私は何々宗派ですよという話をして、決して一括りにまとめられることを認めることはしないでしょう。同じようにイスラム教徒であっても、我々はシーア派ですよ、我々はスンニ派ですよというふうに分かれているのは、そのような事情なのです。一体私がなぜ宗教的な部分についてのお話を進めているのかということがわかる話は次に続きます。日本とイランは外交的政治的においては友好国だとされています。しかし宗教という観点から言えば日本とイランは決して友好国ではありません。なぜならば日本はイスラム教スンニ派の国ではないからです。同じイスラム教でもシーア派とスンニ派では全く違うのと同じように日本が仏教国である以上宗教的な観点から言えば決して友好な国ではありません。ただしこれはあくまでも宗教的な話であって政治的、外交的もしくは文化的に言えばイスラム教徒の人たちは基本的には日本人に対して友好的です。ただし、そうした政治や外交や文化面を一切取り除いた宗教的な観点のみで考えた場合、一体何が起こるのかというお話を一つさせていただきます。ある日本人がレストランで食事をしていました。そこにイスラム教の原理主義者もしくは武装組織の人たちが襲撃を行いました。そのレストランにおいては、いわゆる外国人の人たちが集まって食事をするような場所だったために、イスラム原理教の人たちにしてみれば、異教徒の集まる邪悪な場所でした。乗り込んできた人たちは銃撃を行い、多くの人たちが銃弾に倒れるような事態になりました。そうした状況の中で日本人は、両手を挙げて、私は抵抗する意思がないということを示した上でこう言いました。私は日本人です。あなたたちの敵ではありません。どうか命だけは奪わないでください。さて、あなたの中でこの状況はどのような展開を迎えると想像できるでしょうか。これはある事件をもとにして私がお話をしているのですが、現実問題においてはこの襲撃者レストランにおいて日本人は殺害されました。この日本人は殺害されたわけですが、その原因は何だったと思われるでしょうか。答えは簡単です。この日本人は私は日本人だと言ったわけですが、その背景には日本人は中東の人たちから優しくされている。だからこのような場においてもきっと日本人なら助けてくれるだろうという期待があったと思われます。これが先ほども述べたような政治的、外交的、文化的においては日本人は歓迎されるという部分においてです。しかしこの極限的な状況において大事なのはこれら3つの要素は全て意味をなさないものです。政治的にも外交的にも文化的にも関係なく、ここにあるのはあくまでも異教徒の集まっている場所を襲撃しているという意味合いにおいて、どの宗教を信じているかというのが非常に重要になるのです。
もしもこの日本人が助かろうと思ったら、それこそコーランの一節をとうとうと語ることによって、私は本当のイスラム教徒ですよということを証明する必要があったでしょう。少なくとも第一声で私は日本人ですよという、ある意味私は異教徒です。あなたたちとは違うんですという、そのような宣言をするのは大いな失点だったでしょう。ただしこの発言はあくまでも創作であり、実際に殺害された人物についてのお話ではありません。そこは気をつけてください。さて、この前提の話を皆さんに聞いていただいた上で、自衛隊の中東派遣についての解説を行いましょう。先ほども述べたように、イランと日本は政治的、外交的、文化的においては友好国です。ですが、根っこにある宗教観から言えば、我々は所詮、異教徒に過ぎません。原油を満タンに積んだタンカーがペルシャ湾を航行している時に、あれは日本行きだからやめようなどという話には決してならないでしょう。国家の意思としてペルシャ湾を航行するタンカーを攻撃しようという風になった時に、先ほども述べたような政治的、外交的、文化的にどうなのかといった話は全てすっ飛んでしまいます。所詮ペルシャ湾を航行している船は全て異教徒の国へと運ばれる原油なのだから、これを攻撃したとしてもどの国の問題なのかというのは些細な問題に過ぎないのです。仏教徒の国に向かっているのか、それともヒンドゥー教徒の国に向かっているのか、それともキリスト教徒の国に向かっているのかなどというのはほとんど意味がありません。しかし、中東原油というのは日本にとっては重大なエネルギー源になっています。ですから、このタンカーを守るということは日本の国益に直結している問題です。ですが、中東に自衛隊を派遣しないことによって、イランとの関係を壊さないで済むじゃないかという方もいるかと思います。もちろん、どの国に向かうタンカーが襲撃されるかなどというのは誰にもわかりません。しかし、タンカーが襲われるような事件が発生した場合、原油価格が高騰するのは間違いありません。そして、原油価格が高騰することによってエネルギー価格の上昇分が経済に大きなダメージを受けるのは間違いなく日本です。ですから自衛隊を派遣しないことによって危険な状態を野放しにするよりも、しっかりと自衛隊を派遣することによって少しでもタンカーを守った方がはるかに日本の国益にもなるのです。そしてタンカーを守ることによってイランを攻撃するわけではありません。そのようなタンカーを守る行為はイランにしてみればアメリカと行動を一緒にしている、やはり日本も敵かと見られるというような批判をする方もおられるでしょう。しかし話は元に戻って、私は何度も言いますが、政治的、外交的、文化的に友好国であったとしても、宗教的においては根源的に日本というのはイスラムの各国にとっては基本的には敵なのです。異教徒であるということそれ自体が敵味方判定の存在するということを日本人はもっと理解するべきです。それでは話を進めましょう。私は冒頭で今回の事案というのは第三次世界大戦につながるような話ではないということをお話ししました。その理由は単純です。それはイランが現在の国家体制を維持することを優先するだろうというふうに私は考えているからです。イランは長年にわたる経済制裁によって国内の経済が行き詰まりを見せています。街には失業者が溢れ、原油埋蔵量世界4位の国にもかかわらず、ガソリン価格の高騰に庶民の生活が脅かされるというような状況にすらなっています。そのため国内ではガソリン価格の上昇に反対する大規模なデモが発生し、指導部に対する批判というのが高まっていたのです。そのような状況にあって、今回の軍司令官の殺害という事件が起きました。この殺害事件によって国内の空気は一変しています。軍司令官は英雄に祭り上げられ、そして指導部に対する不満というものを声を上げる人たちがいなくなったような状況です。しかし今回の事件によって人々の意見が集約されて現体制を助けることになっているので、この状況をわざわざ自ら捨てるというのは愚策でしょう。イランで大規模なデモが発生し、国家体制を揺るがしているというニュースについては日本ではほとんど報じられることはありませんでした。ですから今回その件についても一度振り返ってみましょう。ニュースをお聞きください。イランの国内状況がどうであったか、少し時は遡って昨年12月のデモが終わった後のニュースについても少し触れていきましょう。もう薬も買えない、生活苦、アメリカと交渉を求めるイラン市民。イランでガソリンの値上げをきっかけに反政府デモが始まって1ヶ月が経った。
全土に広がったデモは鎮圧されたが、最大で3倍の値上げとなったガソリン価格が市民の生活を直撃している。デモ参加者の死者は200人を超える可能性が出ているが、全容はつかめないままだ。生活がさらに苦しくなった。テヘラン東部の主婦テルマさんは、集合住宅の約60平方メートルの部屋に、夫アリさんら6人と暮らすが、唯一職のある次男でタクシー運転手のアーパスさんの収入が激減した。月給は5000万リアル、約4万1000円だが、ガソリン代を自己負担しており、3000万リアルに目減り。先天性の歩行障害を抱える四男アルシアさんのイタリア製の薬も2015年の核合意から離脱した。米国の制裁の影響で手に入らず、イラン製の薬も昨年に比べて2倍以上値上がり。肉も買えないほど生活が圧迫されているという。政府はガソリン値上げに伴う補助金として、貧困層を中心に1世帯で月額最大205万リラルを支給するが、テルマさんはその程度の補助金は数日分のパンでなくなってしまう。制裁が始まる前は普通の中流家庭だったのに、政治家は国の威信を優先する前にアメリカと交渉して生活を良くしてほしいと嘆いた。ガソリン価格の上昇で輸送費が高騰し、食べ物などの値段も上がっている。テヘラン北部のバザールで青果店を営むアフシンさんは、仕入れ値が上がり、果物や野菜を25から 30% 上げざるを得なかったと語る。アメリカの制裁で歳入の約6割を担うとされる原油収入が激減した政府による苦肉の策だったが、市民の不満は高まるばかりだ。イラン全土で起きた反政府デモには計約20万人が参加したとみられる。欧米メディアは革命後の40年間で最大と評する。だが治安当局の弾圧で数日で鎮圧された。弾圧の状況について情報が出回ることを恐れた政府が全土でインターネットをほぼ遮断したため、全容は今も不明だ。イラン当局が地元メディアに明らかにしたところでは、デモ参加者の死者数は少なくとも4人。だがデモの目撃者や参加者は朝日新聞の取材に、治安当局の実弾で80人以上が死亡したと話している。テヘラン近郊でデモに参加し、友人が死亡した無職男性によると、遺体は当局に引き渡すように求められ、地元では埋葬しないようにと言われたという。当局が死者数を把握できないように、市民に圧力を強めている可能性もある。国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは今月2日、少なくとも208人が死亡したと発表。イランと敵対するアメリカ政府は1000人以上が死亡した可能性があると批判している。イランの体制側は、デモはアメリカなどの敵に扇動されたとし、放火などをした暴徒が治安部隊に射殺されたと説明するなど、火消しに躍起だ。高い失業率やイスラム法学者、政治家たちへの不満というものが高まり、それが大きなデモに発展した。そしてそのデモを封じるために、イラン政府がしたことはインターネット網を完全に遮断して人々の横のつながりを断つことによってデモを沈静化するという強硬手段に出ました。この情報封鎖の中において行われたのが実弾発砲などを含めた強烈な弾圧です。その死者数が一体どれだけいるのかというのは実際のところはわかりません。アメリカのプロパガンダも含んでいるかもしれませんが、1000人を超えるかもしれないという話がある一方で、200人で住んでいる、もしくはイラン当局などは5人で住んでいるといった具合にかなりの幅があります。しかし、欧米側のニュースで出てきたこの死者1000人を超えるかもしれないというニュースは、昨年のニュースです。今回の軍司令官が殺害される以前の話であり、何かこの数字を誇張する理由というのはあまりなかったでしょう。ですから今回の軍司令官の殺害によって、イラン指導部が考えているのは、アメリカへの報復という言葉を口にしつつも、実際には国内統治を優先すると私は考えています。ただし実際に報復は行うでしょう。その報復というのは革命防衛隊を動員したようなものではないと考えています。それこそ一番最初に出てきた話、イラン国外におけるイランが養成した武装組織であるとか民兵であるとか、そうした親イラン勢力を使うことによる米軍もしくはアメリカ大使館などへの攻撃といった報復が一番有力視されています。それらの攻撃はイラン国民にとってもこれは報復だということを認識させるほどの規模になるでしょう。もしくは長期間にわたる攻撃かもしれません。
混乱させるという意味ではサイバー攻撃などもこの報復に含まれるでしょう。しかしイラン国民の心をつかむためには、サイバー攻撃よりもむしろロケット弾をアメリカの大使館に撃ち込んだり、基地に撃ち込んだりといった行動の方がよほど目に見えるものであり、おそらくはこうした攻撃というものが散発的に中東各地で起こるのではないかと考えています。そしてこのような攻撃というものに関してイランはおそらく一貫して我が国は関係ないということを声明として出し続けるかと思われます。この報復に駆り出されるのがそれこそイランが育ててきたイラン国外の武装勢力というのは確率が非常に高いと思います。イランにとっては国家間の戦争に発展させない、それでいてアメリカに対する攻撃になるのですから、このようなちょうどいい存在というのは他には見当たらないでしょう。ここで問題になるのは、こうした武装勢力にどれだけイランが武器を供与するかです。それこそサウジアラビアの石油精製施設を攻撃したドローン攻撃なども、この報復に含まれる可能性は十分にあります。武装勢力にドローンを大量に供給して、彼らが米軍を襲うという可能性も十分あります。一方でアメリカのトランプ大統領も、イランという国家を相手にする国家間戦争については基本的には避けるでしょう。イランは中東の大国、世界14位の評価を受けるほどの軍があります。この軍を完全に壊滅させるとなれば膨大な戦費が必要であり現実的ではありません。ですからトランプ大統領にしてみれば、イラン側がイラン国外の武装勢力を使ってアメリカ軍を攻撃するという前提に立ってこれに反撃するというのが現実的なラインになります。このように国家間の戦争には発展しないというふうに私は解説を行っていますから、ロシアや中国が参戦するようなことはおそらく場面として存在しないでしょう。ですから第三次世界大戦には発展しないというのが私の解説なのです。ただし、第三次世界大戦には発展しないが、しかし大きな問題はここの先にあります。一体何を考えなければならないかといえば、それはイランが核兵器開発に進む確率が格段に上がったということです。軍司令官が死んだことによって、この軍を立て直す時間も必要でしょう。そしてアメリカとの対立が鮮明化したことによって、経済封鎖の解除というのは全く見込めなくなりました。ですから、イランが自分の国を守るためには、この機に核兵器開発に手を出すというのは自然な流れだと思います。もはや核武装を行うことによってアメリカの脅威を排除しようと考えるのはおかしな話ではないでしょう。そして核兵器は北朝鮮でさえ開発に成功しています。現在我々が生きているのは21世紀ですが、核兵器が完成したのは20世紀、つまり前世紀の兵器です。北朝鮮よりもはるかに国力のあるイランが本格的に核兵器の開発に進めば、その開発の期間というものはおそらく北朝鮮よりも短くて済むでしょう。イランが開発に邁進すれば、実際に核兵器を手にするのは時間の問題なのです。そして、イランが核兵器開発に進めば黙っていられない国が存在します。それはイスラエルです。イスラエルにしてみれば、イランが核武装するということになれば、自国に使われる危険性というものを考慮するでしょう。ですから核兵器開発を阻止するために、アメリカ軍よりも先にイスラエル軍の方が、イラン本土に対する空爆を行う可能性は十分にあります。そして、イランが核武装を進めるということになれば、その周辺国にも核兵器を持つべきだという考え方が広まることになります。特にサウジアラビアなどはこの反応が顕著に現れるでしょう。これらの状況を考えれば、イランが何か報復をするその手段として、まずはイラン国外の武装勢力や民兵を使って、米軍の施設やアメリカの大使館を攻撃している間に進む核兵器の開発疑惑、この疑惑が持ち上がることによって発生するのが中東大戦の危機なのです。かつて中東の戦争といえば、イスラエルとどこかの国というお話ですが、この中東大戦においては、イスラエル、イランという国だけではなく、そこにサウジアラビア、そしてアメリカの存在も加わることによって、大きな戦争に発展する可能性が十分にあるのです。その危機というのは現在の、アメリカとイランが戦うかもしれないなというようなお話よりも、さらに一歩上のより大きな戦争の危険をはらんでいる状況であり、現在よりもより深刻な事態になると思っています。そうした事態に発展しないためには、イランが自制をする必要があります。
核兵器開発に乗り出さない。そして、この報復についてもあくまでも手先の期間だけを少し使って、ちょこちょことやる程度に済ませるというような自制が必要になるでしょう。そうした自制が果たしてイランに効くのか、そこが大きなポイントになってきます。皆さんは中東における危機についてどのような考えをお持ちでしょうか？ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして最後には評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。